古来吉祥のモチーフとして描き続けられてきた松と鶴。しかしよく見ると太陽を横切っているのは飛行機、そして右側にはクリスマスツリーとトナカイが。古典的な日本画の技法を用いながら現代的な要素を加え描く、これを日本画ならぬ日本画と名付け、古典と現代、異文化が同居する今の日本の風景や生活様式を美しくもユーモラスに描く人物が今回の主人公。現代のリンパとの呼び声も高い日本画家山本太郎さんです。一応3つ日本画のルールを定めてまして、一つは日本の古典絵画の技法で描きましょうというところなんです。日本の古典絵画の技法で描くんですけれども、2つ目のルールは現代の日本の姿を描くと。そしてもう一つがちょっと面白おかしみを持って描きましょうと。改逆っていう言葉を使ってるんですけれども、今の言葉で言うとユーモアとかそういうふうに置き換えてもらったらいいと思うんですけれども、20年以上ですかね、そういう日本画を描いてきてます。東山区陽源院。1594年戦国武将であった浅井長政の菩提を弔うために創建されたこの寺では、リンパの始祖俵屋宗達が鎮魂のために描いた杉戸絵を間近に見ることができます。その線の力強さ、もう勢いがある線、迷いがない線を見て、やっぱり宗達すごいなっていうのは再認識しました。ユーモアがあっておおらかで、こっちが楽しくなるような絵を描かれる絵師なんですよね。その絵を専門にしている人たちにだけ通じるような絵ではなくって、もっと普通の人たちが楽しんでいただけるような絵を描きたいっていうところが、やっぱりリンパの他の絵師たち、先輩と言っていいのか分かりませんけれども、そういう方々から受け継ぎたいところかなというふうに感じています。本堂の襖に描かれた岩に追い松図、抽象的に表現された岩、そして今にも動き出しそうな躍動感ある追い松、幹に宗達が生み出した垂らし込みと呼ばれるリンパの特徴的なにじみの技法を見ることができます。リンパっていうのは一世代前の絵師たちの仕事に感化された次の世代の絵師たちが、血のつながりとは関係なく画風を受け継いでいくというか、私淑と呼んでいるんですけれども、そういう形でずっと受け継がれてきていて、ですので私も前の世代の人たちが描いたものっていうものを受け継ぎながら、でも現代的な表現も入れていきたいっていうところで、そこが他のリンパの絵師たちに通じるところかなというふうに思っています。2015年にはリンパ400年と任天堂スーパーマリオブラザーズ30周年を記念して、俵屋宗達の風神雷神図屏風をモチーフに屏風を制作しました。山本さんが生まれたのは熊本県。日本の伝統文化にもともと興味があった山本さんは、学びの地を京都に選び、京都造形芸術大学に入学します。そして京都で生活をするうちにあることに気づきます。お寺とか神社を回るのが好きで、午前中そういうとこ見て回って、でお昼お腹が空いたんでご飯食べようって思った時に、ファーストフード店に入ったんですよね。ハンバーガー屋さんに入って、12時間前まであんだけ伝統的で荘厳で日本的な空間にいたのに、今ハンバーガー一番安いの食べてんのかよみたいなのを自分の中で自分に突っ込み入れた時に、あっと思って、これってでも今の自分たちの生活がすごく表されてるなというふうに思ったんですよね。そこからもうその場で店内でスケッチブック取り出して最初のスケッチを書き出したのが日本画の一番最初の1枚目の作品なんですけれども、そういう目線で見ていくと、京都の生活だけではなくて日本全体の生活が
伝統的なものと新しいもの、東洋的なもの、日本的なものと西洋的なものっていうのが混ざり合いながら、なんか一番いいとこ取りしながら生活が行われてるなっていうふうに見えてきて、それを一個一個書いていくのが僕の日本画っていうスタイルになっていきました。2018年4月から山本さんは母校である旧京都造形芸術大学、現在の京都芸術大学芸術学部の准教授を務めています。近年は学生が第一線のクリエイターの仕事に携わり、実践的に学ぶウルトラプロジェクトでも作品制作を行っています。2021年は新たなプロジェクトに挑戦しました。日本の古典絵画をベースに現代の視点を取り入れた新しい作風を模索する日本画家山本太郎さん。京都芸術大学が進めるウルトラプロジェクトの2021年のテーマは日本画浮世絵プロジェクト。大学が所蔵する1000点を超える浮世絵のアーカイブ化から生まれたプロジェクトです。学生たちは浮世絵のリサーチ、新作の制作、そして展覧会の企画や広報を含めてさまざまな形でプロジェクトに貢献します。どっちがいいかを決めてください。こっちの方がいい。なるほど、わかりました。はい、じゃあこっちに。大学所蔵の浮世絵の多くは幕末明治に活躍し最後の役者絵師とも言われた豊原邦親の作品です。間近で見ると本当になんか表現がすごい綺麗ですね。目の色とかも微妙に青色が入ってたり、口元の表現とかも片方だけ歯が見えてたりとか、すっごい細かく描いてますね。邦親は一人の役者を3枚続きに描くという斬新な構図を得意としました。もともと人気役者のブロマイドのようなものであった浮世絵、邦親の時代は次第に写真に取って代わられようとしていました。そこで邦親は彼にしか描けない表現で人気を集めます。赤に代表される鮮やかな色使い、さらに洋傘や時計といった最新のモチーフも取り入れました。人物の描き方とかすごく江戸の浮世絵っぽさが残ってるんですよね。でそういうフォーマットとして浮世絵が残っていながらモチーフがちょっと洋画なんというか近代になってからのものが入ってるからこそ余計にちょっとその対比が面白いという、やっぱりちょっと自分の作品にも少し通じてるところがあるかなと思って、僭越ですが共感するところもあったりしますね。古典と当時の最先端を組み合わせた邦親の作風にインスピレーションを受け、山本さんは初めて歌舞伎をモチーフにした日本画に挑戦しました。邦親の3枚続きに倣って特注した3枚の屏風に描くのは四代目市川猿之助演じる狐忠信のイメージ。邦親の好んだ赤と狐の白が美しいコントラストを作ります。そしてプロジェクトのゴールとして2021年秋、学生とともに展覧会を企画しました。展覧会のタイトルは推し世絵展。他人に勧めたいほど好きという意味の現代語推しと浮世絵を合わせた造語です。人気役者を描いた邦親の浮世絵を現代の推し文化と同じ感覚で捉え、各学生が特に推したい25点を選び展示しました。私はこの絵の構図の斬新さがとても好きで、静止画なのに動いているように見えるのがすごい素敵だなと思ってます。私も好きなアイドルとか俳優さんの写真とか持って歩きたいって思うし、それがもうこの時代からあるんだなっていうのに気づけて、すごいそれが面白いなと思います。山本さんの推し世絵は歌舞伎18番市川團十郎のしばらく、現代の海老蔵を描いた新作の金屏風を会期中に公開制作し発表しました。
気軽に見れるものもあるんだったらもう少し美術にも触れてみようっていう人が増えてきて、でその中でもうちょっと深いものを知ってもらったりするような、僕をこう玄関の踏み台にしてアートや古典の中に入ってきてもらえると嬉しいなって思ったりしますね。現代の琳派、日本画家山本太郎さん。お寺とファストフード、浮世絵とお塩絵。古典と現代の接点上に生まれるのは時を超える新しさとユーモアなのです。